ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風ダーンタイニーデスクコンサートジャパン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ先日の日産スタジアムのライブのリアクション動画、お付き合いくださった皆様大変ありがとうございました。ただ僕が藤井さんのライブを楽しむっていう内容で皆さんをねお誘いしたような形の動画だったので、どういうふうに思われるんだろうってね不安な部分も結構あったんですけれどもね、皆様温かいコメントをたくさんいただけて僕はね本当に嬉しかったです。で藤井さんのライブ最高ですね。しかも YouTube で1ライブ丸々見れちゃうっていうのがねものすごいことですよね。ぜひまだ見てない方はですね、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひね鶴さんと一緒に見ていただけたらなというふうに思います。で藤井さんの歌声分析動画もですね15本ぐらい公開してるんですよね。でそれらをまとめた再生リストっていうのも作ってあります。こちらも概要欄に URL 貼っておきますので、他の動画も見てみたいっていうふうに思ってくださった方はですね、ぜひチェックよろしくお願いします。そして今回ダーン歌声分析したんですけど、藤井さんの自由度が素晴らしすぎる。もう本当にその時の感情でフレーズがポンって出てきたものを声に乗せて歌っているんだなっていうふうに思いましたし、何を言っても歌声じゃないんですけど、ライブ中の表情がね素敵すぎましたね。そういった感じでどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速藤井風ダーン歌声分析 GO!やっぱりいい声ですよね。ララ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 ラみたいな感じの声の使い方ですよね。胸の胸腔共鳴で男らしいかっこいい雰囲気を作り出して、口の中の口腔共鳴で言葉一つ一つをクリアに聞かせるっていうね、この2つの声を響かせるポイントを中心に歌声作りしてると思います。あともう一つポイントがあって、藤井さんの声の出し方全体的に言えると思うんですけど、口の奥をですねちょっと広げるんですよね。みたいな、ちょっとだけあくびの状態の喉を作って声を出すっていうか。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。まさかこんなにみたいな感じの声ですよね。こううっすらねジリジリっとしたような質感がねめちゃくちゃかっこいい声ですよね。次いきますよ。いいですね。この動きがね可愛いですよね。声の出し方的には先ほど説明したものをそのまま継続しているような感じですね。もう一回聞いてみましょう。強いて言うのであったら、全体的にしゃくりっていうテクニックが多めに使われていたポイントかなっていうふうに思います。しゃくりっていうのは目的の音に対してちょっと低めの音から入ってこうクイッとしゃくり上げるようなテクニックなんですけど、ララララララみたいな、こういった歌い方になってたなと思います。次いきますよ。おいララみたいな感じでね、また藤井さんのこの得意技ですよね。この細かいフレージング、フェイクとかをするときに藤井さんよくやってるテクニックなんですけど、こうフレーズの合間合間でもポンとこうね使ってること多いですよね。これがねかっこいいんですよ。もう一回聞いてみましょう。これララみたいになってますよね。いやーかっ
こいいですね。やっぱりね、細かく分析すると、藤井さんの歌声だったり、使ってるテクニックが本当ね、神なんですよね。次いきますよ。なあのところはね、一緒に歌いたくなりますよね。で、やっぱり音量の大きいところと小さいところの振り幅がめちゃくちゃ激しいですよね、藤井さんの歌声っていうのは。歌声っていうか歌い方か。ここにね、どんどん引き込まれていくんですよ。さっきの一個前に聞いたところの高い音の声量と、で、今聞いたところの入りの声量。ここでね、だいぶ音量差があるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。まあ今この音源を聞いた感じだと、コンプレッサーっていう音量の大きさをこう均一化させる処理がされているので、あまりね分かりにくいかもしれないんですけど、高いところの声のパワー感と、その後の音域が下がったところの声のパワー感、ここがねだいぶ差があるんですよ。やっぱりこういうところでね、どんどんね耳が引きつけられていきますよね。次いきますよ。で、最初のダーンダーンのこの D の発音の子音がですね、ものすごく強く発音して歌ってると思います。で、子音の発音を強くすることによって、こうセクションが変わった入りの部分のインパクトを強くしてるのかなっていうふうに思います。セクションっていうのは A メロとか B メロとか、そういうシーンの切り替わりって言った方が分かりやすいですかね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。笑顔が爽やかですよね、相変わらず。どうやったらあんなにね、爽やかな笑顔で笑えるのか知りたいですね。次いきますよ。出た出た。来ましたね。フェイクがこうね、入ってきましたよ。これね、曲の終わりに向かうにつれてどんどんフェイクが激しくなってくるのは藤井さんの歌声の楽しみの一つなんですよね、僕。もう一回フェイクも含めて聞いてみましょう。しかも自分からこうマイクとの距離を作ってのフェイクを歌うことによってバックコーラスの方々の歌声の方がメインみたいな声の距離感も作り出してるんですよ。こういうところすごいですよね。次いきますよ。一回止めますよ。裏声が美しすぎましたね。みたいな。ここの歌声でヘッドボイスっていう声の響きを使っています。言葉通りの声で頭を響かせた声なんですよね。このヘッドボイスの音色を使った歌声はですね、どんどん声がこうきらびやかに美しい雰囲気が出ていきます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。どうすりゃみたいな、すごく綺麗な裏声ですよね。で、この声の出し方のポイントとしてはですね、声のほとんどを鼻に入れるんですよね。この場合は裏声です。で、裏声は鼻に入れたら、その声をですね、後ろにこうクイッと引くような感じで出すと、東部共鳴の音色を作りやすいかなっていうふうに思いますので、気になる方ぜひやってみてください。次いきますよ。ほら、また出てきましたね。僕はもうフェイクマニアなので、ほんとこういうフレーズ出てくるとテンションが一気に上がっちゃいますね。ごめんなさい、小刻みに止めてしまって。フェイクポイントはね、ついつい反応してしまいますね。次いきますよ。いやーのこの2回目のはーになったところがすごくいい声ですよね。前半のはーと後半のはーの間にちっちゃいつが入ってるんですよね。このちっちゃいつが音楽上休符の役割をするので、その休符が入った後のはーの音がアクセント、強い音に変わるんですよ。で、その強い音のところをあえてこう優しい声で歌うことによって独特な雰囲気が出てるっていうね、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いやーみたいな。
わあ、たまんないですね。次いきますよ。ああ、なるほどね。ここでも藤井さんはマイクとちょっと距離を作って、藤井さんのフェイクの声の距離感を遠い感じにしてますよね。で、バックコーラスのお二人の声がメインメロディーみたいな感じの声の位置関係を作ってるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ほらほら。藤井さんの声がだいぶこうちっちゃい感じになってますよね。これね、マイクから離れて声の雰囲気を作り出してるんですよね。メインで歌うポイントとちょっと一歩引いてるポイントのこの2つの声の雰囲気を作ってるっていうね。ライブならではって感じですね。次いきますよ。かわいいね、この動き。ひよこちゃんかな。ララララみたいな口をこう横に広げることによってちょっとね怯えてるような声を作ったのかなっていうふうに思います。その前半は口をあまり開かずにこう無機質な感じの声質を表現してますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いやこの声のバリエーションやっぱりすごいですよね。ライブだからその時の感情で出てきた声をチョイスしてるっていうところもあると思うんですよ。とっさにこれが出てくるっていうところがねものすごいですよね。次いきますよ。みたいな感じで最後いきましたよね。いや本当にいい意味で自由に歌いますよね。もう自由の風って感じですね。今うまいこと言ったと思いますよ僕。次いきますよ。あ、いいね。追っかけのねコーラスのお二人の方向ね手でこう歌うよみたいなこういうところいいですね。でここの藤井さんの声すごく力強い感じの声になりましたよね。ここどういう風に声の出し方が変わったかっていうと胸の響きを強くしたんですよね。それと声を出す方向のイメージを前の方に持ってきた。この2つを使うことによって今の力強い声を表現しています。もう一回聞いてみましょう。いやかっこいい素晴らしいですね。ラーララララみたいな感じの声ですよね。なんか最近藤井さんの声の特徴をつかめてきた気がします僕。気のせいかな。なんか歌ってて今のちょっと藤井さんっぽいって思える瞬間がね前より増えてきたかなっていうふうに思うんですけど。次いきますよ。いいね。イエーイって言いましたね。最後かっこいい。で今のところ一気にまた音域が下がったじゃないですか。ここで藤井さんはまた声を出す方法を変えていて鼻の中の鼻腔共鳴こちらの響きをメインで声を出しています。鼻の鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールだったり高い声を出す時に必要なポイントなんですけどここで藤井さんはどういう役割で使ったかっていうと低い音の声をクリアに聞かせるために鼻に声を入れたんですよね。これどういうことかっていうと低い声って普通に歌ってしまうとモコモコする要はこもって聞こえちゃうんです。歌詞が聞き取りにくくなるっていうかそうさせないために鼻の中に声を入れたんですよね。鼻に声を入れるとキンキンした音色の声が出てくるんです。モコモコした声とキンキンした声を混ぜることによって通りのいい声を作り出してるんですね。もう一回聞いてみましょう。ほら最後の「へい」がやっぱかっこいいな。最初の別にってところかな。別にみたいな感じで鼻に声入れてるんですよね。歌詞間違ったらごめんなさい。ちょっと自信なくなってきちゃった。じゃあ次いきますよ。今ちょっとごめんなさい。声裏返っちゃいましたね。
一動画一箇所は必ず僕ね、声裏返ってるところがあるんで、皆様にとってはあまりね、こう珍しいことではないとは思うんですけど、毎回僕としてはちょっと恥ずかしいんですけどね。で、今のサビのポイント、藤井さん笑顔で歌っているんですけど、声全体がですね、すごく明るくなってますよね。顔の表情の音色が声にしっかりと乗っているんですよ。顔の表情っていうのは声にすごく影響を与えるポイントで、明るい顔で歌うと明るい声になりますし、暗い顔で歌うと暗い声になるんですけど、気になった方はカラオケでね、ぜひやってみてください。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。好きにあたりからの声がすごく明るくて、耳にこうね、優しい声ですよね。次いきますよ。いいね。で、今のところは今度無表情で歌ってるんですよね。無表情で歌って、こう無感情な声で前半歌って、でまた後半の最後の最後でちょっとにって笑うんですよね。なんか普段こう無表情な子が急に笑うとキュンとするみたいな、そういったポイントかなっていうふうに思います。僕だけかなこれ。もう一回見てみましょう。で、最後の優しいフェイクね、たまらないですよね。次いきますよ。やっぱこの裏声が綺麗すぎる。どうすりゃみたいな感じで、裏声に行ってからまた地声に切り替えてるんですけど、この切り替えのポイントもすごく綺麗だしね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。どうすりゃこんな感じ。でもね、僕こんな綺麗にできないな。さすがですよね。次いきますよ。やっぱこの音のアップダウンがすごい激しいのが藤井さんの曲だったり歌の素晴らしいところであり、そして難易度がめちゃくちゃ高いところだと思うんですよね。一般的な楽曲っていうのは割と各セクションごとに同じ音域をこう割とねキープするみたいな傾向があるんですけど、でサビになったら急に高くなるとか、これがまあ普通のっていうか最近の曲の流行りだと僕は思っていて、でも藤井さんの楽曲って A メロであろうが B メロであろうがサビであろうが、もう音がねこんな感じになる曲がすごく多くて、ここが僕個人的にすごく聞き入っちゃうポイントなんですよね。すごくね真新しい雰囲気がして、そういう風に感じてる人もいるんじゃないかなっていう風に僕はね思うんですけど、ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。あ、いい。これまたすごいですね。ラーのところ最初こうみたいな感じであーっていう風に最初声出てないんですよね。ここがねすごい。こんな声の使い方する人初めてです僕。もう一回聞いてみましょう。でここからフェイクに行くわけね。いやー楽しいですね。じゃあねフェイク聞いていきますよ。てか今気づいたんですけど、藤井さんって歌ってないところがものすごく少ないですよね。 A メロ B メロサビはもちろん歌ってるじゃないですか。でも感想は感想でずっとフェイクしてるじゃないですか。歌ってないのイントロぐらいなんじゃないですかね。もうずっと歌ってるからこれすごいですよね。次いきますよ。いい。こういう感じね。バックコーラスの人がこうディレイ感を出してるんですね。ディレイってこう山彦みたいな感じのラハハハみたいな。カラオケでいうエコー、あれですね。どうしたどうしたどうしたみたいな感じでディレイをこう表現してるのかなっていうふうに思ったんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら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 。山彦な感じですよね。で、藤井さんの声は全体的に曲の雰囲気に合わせたと思うんですけど、ウィスパーボイスっていう声に息の音を混ぜるテクニックを使って、こう囁いている感じを出してますよね。
声の音量の大小だったり力強さの大小の差がものすごくあるんですよ。ここが素晴らしいですね。やっぱこういった部分に人の耳って引きつけられるというふうに僕は思っているので最高ですね。次いきますよ。いいな、このどうしたのところ僕好きですね。ここで今のところの藤井さんはすごく悲しい表情で歌ってるんですよね。でそこにウィスパーボイスをまた使ってるんですけど、この組み合わせでなんかこうね泣き出してしまいそうな感情を僕は感じます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、素晴らしい表現力ですよね。次いきますよ。いいね。でここで音域が上がることによって悲しげな声質なんですけど、やっぱパワーが上がることによってちょっと前向きになれたのかなっていう風に聞こえますよね。もう一回聞いてみましょう。こうやってるしね。いやーいいですね。次いきますよ。やばいですよね。ララララララみたいにこう囁くようなところからうわっとこうね大きい音量まで声を持っていくっていうこのダイナミクス素晴らしいですね。ダイナミクスって音量差のことです。しかもめちゃくちゃハイトーンの声を使ってますよね。ここでミックスボイスっていう声を使ってます。地声と裏声の中間の声です。声の出し方的には鼻にいっぱい声を入れて後ろに引くようなイメージで出すんですよね。そうするとミックスボイスが出しやすいかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ここがやっぱすごいな。ここで1オクターブ上がるんですよね。ドレミファソラシドの下のドと上のドの音関係を1オクターブって言うんですけど、ララララララからラララぐらいまで音が上がるんですよね。でこの音が上がった分声が強くなっているかなっていう感じなんですけど、この音幅を瞬間的に歌える藤井さんの歌の基礎力が素晴らしいです。次いきますよ。すごいね。もう本当にものすごいフェイクが入ってきてます。でジャズで使うような音階も多用してるんですよね、藤井さんの今のフェイクだからすごいおしゃれなんですよ。もう一回聞いてみましょう。もうね体が勝手に揺れちゃう。すごすぎて体が勝手に揺れちゃいます。いやー素晴らしいな。このフレージングが最高ですよね。すごくおしゃれでアドリブで歌っているから同じフェイクをもう一回アドリブでやってって言われたら多分ね難しいと思うんですけど、でも瞬間的に出てきたこの音の流れと感情がですねすごく心地いいです。続きいきますよ。そうですよね。藤井さんの曲の最後の大サビは R&B な感じのアレンジになるんですもんね。ボーカルアレンジが。これがね、僕がね、ハマった最大の理由なんですよね。僕 R&B 大好きなんで。で、多分藤井さんのフェイクを練習してる方ってものすごく多いと思うんですよね。日本でここまで難しくてかっこいいフェイクをしてるボーカリストっていないので、どんどん藤井さんのフェイクを僕はね、練習してほしいっていうふうに思ってます。続きいきますよ。なるほどね。ここでコーラスが消えるからまたねやっぱ寂しい気持ちになる感じ。でもこれが次に何が来るんだろうっていう期待感になりますよね。やっぱりコーラスがあるとないとじゃ全然曲の盛り上がり感違いますね。改めてそう思いました。やっぱコーラスって大事ですね、楽曲にとって。続きいきますよ。
もう毎回言ってるかもしれないですけど、もう何も言えねえってなりますよね。すごすぎて。いや、でも僕もフェイクをすごい練習していたり、ハマっていた時は、なんかこうやりたい気持ちわかるんですよね。もうフェイクができそうなところはもう全部フェイクを入れたくなるみたいな。どう聞こえるかとかじゃなくて、楽しいんですよ。フェイクをするのが。歌っていてね。もしかすると藤井さんもそういった気持ちでフェイク歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。あ、もうエンディングなんですね。そっか、時間的にもそうですよね。なんかそのね、エンディングっていう雰囲気を感じ取った瞬間のこの寂しい気持ち、わかりますか皆さん。皆さんならね、分かっていただけると思うんですけど、なんか藤井さんの楽曲って、エンディングっていう雰囲気を感じさせてくれる瞬間があると思うんですよね。曲の終わりのポイントで。そうなった時に、ああ、もう終わっちゃうのかっていうね、こう寂しい気持ちになるって分かりますか皆さん。今ね、ちょうどそういう気持ちになった瞬間でした。続きいきますよ。あ、いいね。なんつって、すごい盛り上がってる感じがいいですね。で、やっぱりコーラスが入ってくると、盛り上がってる感じがしますよね。やっぱコーラスって大事なんですよ。僕ね、コーラスも大好きなので、もっとね、いろんな方にね、コーラスとかハーモニーとか聞いてほしいなって常日頃思ってます。実は。だから藤井さんの歌声ね、すごく大好きなんですけど、コーラスの方々がこう縁の下の力持ちで藤井さんの声をね、こう華やかにしてくれるっていうのもすごく素敵だなっていうふうに思ってます。次いきますよ。あ、なんか終盤すごく変な感じで止めちゃいましたね。ごめんなさい。ちょっとね、エンディングっていうかアウトロ聞いていきたいと思います。あ、へーい。ねえ。かわいいね。こういうところに女性の方々はキュンキュン来てしまうんじゃないでしょうか。いやー、まあ今回もね、最高でしたね。以上、藤井風、ダーン、タイニーデスクコンサートジャパンバージョン、歌声分析はここで終了です。いやー、今回も素晴らしかったですね。やっぱりバンドの藤井さんの歌声大好きですね。なんかこうすごく自由に歌ってる感じがもう見ていて素敵だなっていう風に思うし、やっぱり歌もライブならではなんじゃないかなっていう歌手もねたくさんあって、本当素晴らしいなっていう風に思いました。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーの鶴さんでした。